ざいます。今11日目にもうなりましたけれども、なんかですね、フレンチクォーターフェスティバルっていうのをやってて、今木曜日なんですけどね、めちゃくちゃ人が多くて、すごいお祭り騒ぎです。なんかやっぱここは音楽の聖地の一つなんですね。なんかすごい毎日音楽のイベントがやってるし、なんか全米中から観光客が集まってるような感じがします。さっきもホテルのエレベーターでたまたま一緒になった人とどっから来たのと話してて、東京って言ったらさすがに遠いねって言われましたけど、結構いろんなところから本当遊びに来てる感じです。とても気持ちがいいです。いやー、でこの、ここもミシシッピ川のリバーウォークっていうのが、サンアントニオじゃないですけどあるんですけど、そっちの方に行ってもまだなんか音楽のイベントというか音楽誰かやってる感じです。意外と思ったのが全部ジャズなのかなと思ったら普通にロックやポップ結構やってて、さすがになんかオーセンティックなクラシックな感じのジャズばっかじゃないんだなっていうのをちょっと思いました。さすがにそれだとお客さんみんな飽きちゃうんですかね。なんかヒップホップみたいのとかラップみたいなやってる人も結構いたりとか、もうなんかジャズだけじゃないですね、何でもありみたいな感じです。あとあれなんか本当の蒸気船だそうでして、なんかチケット買ってあれでこのミシシッピ川をクルーズできるみたいです。ちょっと今回はやめておきましたけど、このリバーサイド歩いてちょっとフレンチマーケットっていうところの屋台でですね、リアルなローカル飯を屋台飯を食いに行きたいなと思います。あともう一つ思ったのが、この町は海軍の基地があるんですかね。軍人がめちゃくちゃ多くて、なんかちょっと日本の横須賀的な感じを少しだけ感じました。じゃあちょっとマーケットまで行ってみます。すごいですね、本物の蒸気船だそうで、さっきめちゃくちゃ汽笛を上げてましたね、ブローって。いやー、蒸気船って観光船だと今でもこういう風に存在するんですかね。日本でもあるのかな。なんか箱根とか、なんかああいうでっかい湖系のとこ行くとこういうのが湖を走ってますけど、なんかあるんですかね。いやー、ちょっと面白そうですね。あと1日いたらやってみたかったな。今フレンチマーケットの中にいるんですけど、あそこで、アリゲーターソーセージのサンドイッチを買いに行ってます。ポーボーイっていうのはニューオーリンズのサンドイッチらしいんですけど、アリゲーター食べるの初めてですね。ちょっと楽しみです。すごいっす。ちょっと見てください、これ。アリゲーターソーセージのポーボーイです。こっちではなんかポーボーイってサンドイッチのことポーボーイって呼ぶみたいで、何が違うのかわかんないですけど、多分このパンが四角くて平ったいのじゃなくて、この丸っぽいので挟んでのポーボーイってことなんでしょうね。でアリゲーターワニ食べるの初めてですけど、なんかアメリカのミシシッピワニのことだそうです。でなんか昔は乱獲が進んじゃって、今天然物じゃなくてなんか養殖物らしいんですけど、そうやって養殖してまでワニが食えるって、こっちの人は日常的に食ってるんですよ。でも美味しそうなんで食べてみます。めちゃくちゃ臭い。
めちゃくちゃ臭いな。めちゃくちゃ臭いです。これはジビエ好きな人じゃないとダメでしょうね。このすごい臭い感じをピクルスとか、あとこのドレッシングがなんだろう、レモンとかバジルが入ってるドレッシングがかかってますね。こういうので中和してるんでしょうね。僕はジビエ好きなので美味しいと思って食べてますけど、例えば鹿肉とかイノシシの肉とか好きなんですけど、これはいや美味しいんですよ。美味しいんですけど、ジビエ好きじゃないと美味しいとは思えないかもしれないですね。めちゃくちゃ獣臭がします。養殖なのにこんな獣臭するんだって感じですね。こっちはただのベイクドポテトでしょ。これすごいな。ジビエ好きな人とか、僕は好きじゃないんだけど、物の試しに食べてみたいって人はぜひ頼んでみてください。ここにタバスコなんですけど、これで僕知らなかったんですけど、このマクヘンリーカンパニーっていうのがこのニューオーリンズで作ったのがきっかけだそうで、これめちゃくちゃ有名で日本でも一般的だと思うんですけど、僕なんかアントニオ猪木がメキシコから持ってきたみたいな話をずっと信じてたんですけど、なんかここが発祥みたいですね。実は昨日なんかその本社があるところまで行ってみたんですよ。でなんか大体そういうところって売店というかちゃんとなんか販売所みたいなのがあるのかなと思ったら、何もなくてですね、ただ単に立派なオフィスビルの中に入ってるだけみたいな感じで、だからちょっと買えなかったです。なんか本当はお土産になんかいくつも買って帰りたかったんですけど、まあちょっと残念です。だからなんか普通に売店で買って帰ろうと思います。ジャクソン広場、街の中心地の、真横通ってるんですけど、本当になんかずっと思ってたんですけど、通りによってはめちゃくちゃアートが多いですね。なんか音楽だけの、音楽だけっていうと語弊がありますから、音楽が中心の街だと思ったんですけど、なんかやっぱりアートの影響もフランスは強く残したのかな、分かんないですけど、アートもなんかすごいいっぱいあるなって感じです。街中店似顔絵描いてる人多いし、これ画廊もめちゃくちゃ多いですね。やっぱり音楽もペインティングも芸術だからつながりがあるんですかね。これからルイジアナステイトのミュージアムに行ってみたいと思います。なんかそこはですね、ナポレオンのデスマスクが唯一残っている場所ということで、なんか結構、ガイドブックとかは見てないんですけど、そういうものにもいろいろと書いてあるような面白いところだそうで、このジャクソンの、大聖堂の、両隣にあるみたいですね。でこれがルイジアナステイトミュージアムということで入ってみたいと思います。これはすごいいい展示だなと思いました。植林がいかに大事かっていうのを見せるものなんですけど、やっぱ木とか遮蔽物がないと街はめちゃくちゃダメージを受けてしまうけど、木とかがあると出てこない、ちょっとしか出てこなかったですけど、木とかがあると直接やっぱダメージがいかないとか、やっぱそこで止まるとか、そういう話ですね。でちゃんとこういう風に木がしっかり植えられてると、
街までダメージがなかなか及ばないよっていう、そういう展示ですね。これはすごい分かりやすくていい展示ですね。いいプレゼンテーションだなと思いました。すごい物理的というかシンプルですけど、やっぱこういうアイデアは本当いいですね。大人も分かるし、何より子供なんかはすごい理解できるもので、とてもいいなと思いました。なんか、逆線大聖堂に向かって、正面向かって右側は現代のなんかカトリーヌとかその水害に対する対策を今までどうやってきたかみたいなことを書いた展示がいっぱいあって、左側はこういう歴史的なやつがすごい並んでますね。これはルイジアナパーチェス、ルイジアナアメリカがフランスから買った時の話とか、そんな感じです。でこっちが10ドルかかって向こうが7ドルかかったんで、歴史的なものだけ見たいならこっちだけでいいかもしれないですけど、もし水害に興味がある人いたら右側行ってもいいかもしれないですね。でこれが有名なナポレオンのデスマスクだそうです。すごいですね。デスマスクってあんま見たことなかったですけど、面白いです。最高の展示です。でもちょっと思ったんですけど、ワインとかシャンパンが屋台で売ってるのはちょっとアメリカっぽいというよりかはルイジアナっぽいんでしょうね、こういうのって。いやー、最高に気持ちがいいですね。ナショナルワールドワー2ミュージアムというところに来てます。国立第二次世界大戦博物館です。アメリカって多分世界で一番ミュージアム多い国だと思うんですけど、そんだけ豊かな国だと思いますけど、この第二次大戦博物館はそのアメリカの中でも本当有数の評判の高いミュージアムです。トリップアドバイザーとか見ると必ず上位、もう本当数位に入ってるぐらいのミュージアムで、そもそもなんでこのルイジアナにあるの、ニューオーリンズあるのってことですけど、海軍基地でノルマンディー上陸作戦のやってたからとかいろいろありましたけど、とりあえずすごいでかいミュージアムがここにあるっていうんでちょっと来てみました。ちなみにフレンチクォーターって街の中心地からは歩いて20分ぐらいかかる感じですね。ただ僕の泊まってるホテルから徒歩数分だったんですごい近いです。ちなみにこの立ってるのはアンネ・フランクだそうです。というわけでアメリカから見た、第二次大戦、つまりは、日本と、ドイツ、フランス、そこら辺が敵っていう感じの、日本人が見るにはすごい厳しい内容な気がするんですけど、それを
見てみたいと思います。アメリカの視点から見た戦争ということでちょっと楽しみです。第二次世界大戦博物館はおそらくアメリカの博物館の中で最も日本を取り扱っている博物館だと思いました。ロスの日系人博物館よりも日本に関する展示量が豊富なんじゃないかと思えるぐらいです。当時のアメリカから見た日本に関する報道とか、いかに日本の進撃が中心的だったかとか、あと日本とドイツが大戦初期に有利であったかとか、あと日本とドイツの軍事リーダーはどういう人間だったか、どんな戦場でどんな装備で戦ったかなどはかなり細かく説明がされています。ドイツの話も当然多いんですけれども、イタリアに関しては少なかったですね。アメリカはあまりイタリアと戦ってないからかもしれません。で、ミュージアムには定期的にですね、対戦を経験した退役兵が来て、当時の話をしてくれたりしていました。あとは、ボーイング社がですね、協力して、実物大の戦闘機や輸送機も展示されてまして、見応えが結構あります。ちなみに、外にはですね、フランクリン・ルーズベルト大統領の銅像もありました。いや、昨日もそうだったんですけど、すごいお祭り騒ぎですね。楽しそう。ちょっと並んでみて、この料理食べてみたいと思います。20分ぐらい乗って入れました。で、料理頼んだんですけれども、こんな感じですね。こちらがクロールフィッシュパスタ、ザリガニのパスタ。なんかこっちは、ミシシッピってやっぱアメリカザリガニの本場なんでしょうね。ザリガニ結構食べるみたいで、特にこれはザリガニの尻尾が調理として入ってます。こっちはオイスターですね。フライドオイスター。やっぱオイスター、海が近いからかいっぱい取れるみたいで、オイスター料理もすごい美味しいです。ここ自体はシーフードの店なんで、こんな感じでラインナップされてたんで、ちょっといただいてみます。やっぱすごい新鮮ですね。美味しい。甘いです。結構甘みが強いです。でもなんか日本人が好むプリプリ感はちょっと弱いかもしれないですね。あと揚げてるこの粉がやっぱり日本とはちょっと違うから、なんか唐揚げっぽいっていうか、ちょっとスナックっぽい感じの粉をつけて揚げてますね。フライドチキンみたいな、ああいうペッパーとかそういうの入ってないんですけど、フライドチキンの粉みたいになってます。美味しいです。甘い。やっぱ港町でシーフード食べるのは絶対正解ですね。これはケンダル・ジャクソンのシャルドネですね。日本でも2、3000円で買えますよ。すごい有名なカリフォルニアワインで、多分めちゃくちゃ有数のでかさだと思います。パスタにパンが乗ってるってのが理解しがたいんですけど、これがアメリカ流なんですかね。クリームパスタだからですかね、こうやってつけて食べるのが。このクリームスパイシーだね。全然そう思わなかったんですけど、見た感じがスパイシー。
とかも入ってるし、スパイシーですね。なんか胡椒とか入れてそうするのかと思ったら全然違う、元からスパイシー。で今ザリガニ食べてみてるんですけど、まあ、食べる前からちょっとそうかもなと思ったんですけど、まあ、エビですね。ちょっと柔らかめのエビ。でもすごい、このスパイシーさがちょうどいいんでしょうね。ザリガニ自体はそんなインパクトがある感じではないです。臭みもないし、まあ、プリプリ感はエビみたいにはないんで、本当柔らかいエビみたいな、ちょっと缶詰に入ってるエビみたいな感じするかもしれないですね。缶詰に入ってるカニみたいなとも言ってもいいかもしれないです。いやでもザリガニ食べてみたかったんで、このアメリカザリガニ良かったです、食べてみて。これ全部で50ドルぐらいですかね。日本人の感覚からするとちょっと高いですけど、多分こっちのレストランの価格だとちょっと安めだと思います。だからこんな人気なんでしょうね。まだ外結構並んでるんで、みんな20分ぐらい待つんでしょう。いや、すごい美味しいです。とても良かったと思います。ここ来てみて、Google マップで見たんですけど